これを見ると0と3になってますね。するとどうなるかっていうと、はいどうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアークチュートリアル最強への道最終章としまして、ブリーディング編の後編突然変異についてご紹介させていただきます。こっちに関してはですね、アークのディープな世界へようこそというところなんですが、エンドコンテンツに近い部分もありますし、もちろんボス戦とかですね、攻略していく上でかなりアルファとかですね、必須のところにはなってきますので、そこも含めて詳しくご紹介していければと思います。前半に関しては基本的な突然変異とは何かというところ。後半に関しては最強への道の終着点とも言える最強恐竜生み出すためのどうすればいいのっていうところをご紹介していこうと思っておりますので、最後までよろしくお願いいたします。一応システムなんていいよっていう場合は概要欄からチャプターで飛べるようにもなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。普段こういった形でトラップ動画であったり建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まず変異をしたらどうなるのかっていうところなんですが、2つあります。1つがステータスの強化、もう1つがカラーが変異するものがあります。まずステータスに関してなんですが、こっちすでに変異しているものにはなるんですけども、ステータスこんな感じですね。攻撃力が 483% になってるんですが、こちらですね。ステータス。攻撃力が 497% になってまして、数値が上がってます。もちろんレベルを振ったわけではありません。変異が入って攻撃力が2ポイント分振られたことになります。要するにレベル2つ分ですね、高くなってるんですね。変異入るとレベル2つ分、2ポイント分が体力から移動速度までの項目の中でランダムに振り分けられるというものになります。システムは後ほど詳しくご案内させていただきます。なのでレベルとしても273から275になっている状態ですね。もう一つ色の部分に関してなんですが、こういった形で今わかりやすくアルゲン君ですね、変異入っているものを並べてるんですが、ちょうど3つとも羽先なんですけど、変異入る場所はランダムで恐竜ごとに6箇所色のポイントがあるので、そこに対してランダムで色が振り分けられて、何の色になるかもランダムです。割と鮮やかな色になることが多いのは多いと思われます。こういう青色であったり緑、紫ですね。ただランダムなので別のところに入ればいいんですが、割と同じところに入る場合とかもあるので、変異色で集めるのは結構大変だったりします。イベントカラーで集めていただいた方が楽ではあると思うんですが、イベントカラーで取れない、なかなか1年に1回しか出てこない色とかもあるので、変異で狙ってみるのも一つですね。あとこれも変異してるんですけども、カラーがですね、鮮やかなところがないんですね。これどこに入っているのかはよくわからないんですが、おそらくちょっと黒っぽい色が入ったんだと思うんですけど、お腹かな、わかりにくいところに変異が入る場合もあります。こっちのレックス君に関してもですね、この辺のお腹とかだったらまだギリギリわかるような気はしますし、この青いところとかだったらめっちゃわかるんですけど、一応ですね、カラーに関してはこうやってホットであったり画装置でも見れるので、そういったところで細かく見ていただくのも一つですが、この2番のところの33番になっているのがおそらく変異色なんですけど、鮮やかではない色ですね。頭のところかなっていう感じですね。では実際変異システムに関してなんですが、ここはですね、ちょっとわかりやすいように5分半ぐらいでキュッとまとめさせていただいたものをご用意しましたので、まずはそちらをご覧ください。突然変異について解説していきます。
稀に両親よりも高いステータスを持った子が生まれることがあります。これを突然変異と言います。突然変異1回につき1つのステータスが変化します。1回の交配で最大3回変異する可能性があります。変異が発生すると親から引き継いだステータスにプラスして2レベル分上昇します。色だけ変化することはなく、必ずどこかのステータスが引き継いだレベルより上がっています。一見両親のステータスと変わりないときは移動速度が上がっています。例えば体力24の母親と体力18の父親を交配させた場合、通常生まれてくる子は最大で体力24です。しかし母親のステータスを引き継ぎ、突然変異が1回発生するとプラス2され体力26となります。変異の仕組みについて、1回の交配においてステータスの変異判定が3回行われます。判定1回につき 2.5% の確率で変異します。まず各ステータスについて母親と父親のどちらのレベルを引き継ぐか判定されます。この過程は通常の交配の一部であり、55% の確率で高い方が引き継がれます。例、攻撃について母親が20、父親が30、55% の確率で子が30となります。この時点でこの体力、スタミナ、酸素、食料、重量、攻撃、移動の各ステータスが確定されます。ここから突然変異の判定が行われます。次の処理が3回行われます。1、突然変異のステータスの選択。突然変異の可能性があるステータスを1つ選択します。種族でレベルアップが可能なステータスのみが選択されます。2、選ばれたステータスについて母親と父親のどちらが変異元となるか選ばれます。交配でのステータス引き継ぎ判定とは別に、両親のステータスの高い方が55% の確率で変異元として選択されます。このため、例えば父親のステータスを引き継いだとしても、変異元としては母親が選択される場合もあります。3、変異元に選ばれた親の変異回数が20を超えていないか判定されます。親の変異回数が20を超えていた場合、ここから以降の処理がスキップされ、突然変異は発生しません。4、選ばれたステータスにおいて突然変異を行うか判定されます。2.5% の確率で成功し変異が発生します。失敗した場合、ここから以降の処理がスキップされ、突然変異は発生しません。5、変異後のステータスが255以下であるか判定されます。変異後、親から引き継いだステータスにプラス2された状態が255を超えていた場合、ここから以降の処理がスキップされ、突然変異は発生しません。6、突然変異ステータスが適用されます。変異元に選ばれた親側の変異回数がプラス1され、体の色が1箇所ランダムに設定されます。突然変異が発生したかどうかに関係なく、これらの突然変異の判定があと2回繰り返され、合計で3回判定が行われます。変異対象となるステータスはランダムなので、3回の判定において、特に運が良ければ、同じステータスが2回、プラス4、または3回、プラス6、影響を受ける可能性があります。変異の確率。1回の交配で、突然変異が1回以上発生する可能性は 7.31%、2回以上発生する可能性は 0.1844%、3回発生する可能性は 0.00156%。母親側、父親側それぞれ最大20回まで突然変異可能。インプリントと違い、次の子供にもステータスが引き継がれます。変異回数について。この変異回数は両親の変異回数の合計になります。変異回数は両親の合計なので、新たに変異しなくても、ステータスを引き継がなくても変異回数さえあれば増えていきます。変異数とステータスは別物ということです。変異回数のオーバーフローについて。変異回数は符号付き32ビット整数で保存されているため、21億4748万3647回を超えるとオーバーフローが発生し、マイナスの数になります。変異回数マイナスは、変異回数20回以下となるので変異が実質無限に行えます。逆に、
マイナスもマイナス21億4748万3648回を超えると負のオーバーフローを起こし正の数字になります。また変異回数は負形母形の合計で決まるので、負形20億回母形マイナス5億回の子供の変異数は15億回になり、マイナスの数値が消滅します。まとめ。1、突然変異とは親よりも高いステータスを持った子が生まれることがある。これを突然変異と言います。変異が発生すると親から引き継いだステータスにプラスして2レベル分上昇します。2、変異の仕組み。1、親からの引き継ぐステータスの決定。2、各ステータスからランダムに1つのステータスが変異判定の対象として選ばれる。3、突然変異の元としての親の割り当て。4、選ばれたステータスにおいて突然変異を行うか判定されます。5、突然変異ステータスが適用されます。6、2から5をさらに2回繰り返す。1回の交配で1回以上変異する可能性は 7.31% となります。3、変異回数について。子供の変異回数は両親の変異回数の合計になります。変異回数とステータスは別物となります。変異回数は21億4748万3647回を超えるとオーバーフローが発生し、マイナスの数になります。変異回数マイナスは変異回数20回以下となるので変異が実質無限に行えます。はい。という感じでした。まあちょっとややこしい部分もあるとは思うんですけど、一応ですね、実際変異数の部分に関してなんですが、お伝えした通り、必ず変異が入ったから数値が上がるというものなんですけど、変異数とイコールではないというところですね。ここ3匹並べてるんですが、これは、もともと変異数ですね。3と0を足すので、3になるんですけども、ただ変異が入ってるわけではない。で、もともと親がですね、2の0だったんですね。3になってるんで、1個変異が入ってるんですけど、ステータスに関しては数値が上がっていないっていう状態になってます。これもまあ同じ親から生まれてるので、同じ数字なんですね。なんで多分速度に変異が入ったんだと思われます。この状態ですね。同じ親なんで、本来は何もなければ2なんですけど、これもそうなんですけどね、同じステータスになってます。でこれでも変異してないんですけど、変異数としては2になります。0と2足し2なんでね。結果その2と0で2なんですけど、これを見ると0と3になってますね。するとどうなるかっていうと、これですね。変えていただくと、いじってあるんで急速に上がるんですけども、あれ変異入ったの？はい、こういった形で、変異入ってるな、これ。どこに入ったんだろう。3と3になってるんで、これで合計6になってるんですね。で、止まったんで、一旦押して、ローカルで今、検証用にいじってるんであれなんですけど、確率は別にいじってないんで、0番に変異が入ってる。何が上がったんだ？体力に変異が入ってるな。想定外なんですけども。なんで、こうすると、今これで3と3になってますよね。なので、これに、こうして、はい、生まれました。これで見てみると、2と6、3と3足されてるんで、6になってるんですね。2になってると。これはもう8になっちゃってるっていうもので、ただ、ステータスは変異入ってないし、体力だけ引き継いで、命令は引き継いでない状態になってるんで、271に出るよというものになってます。これがまあ変異数っていうところですね。実際、作っていく上で、変異を重ねていく上で、どうすればいいのかっていうところですね。順を追ってご紹介していきます。最終的には、オーバーフローするのを狙っていくところもあるので、
そこに関しては自由にしていただければいいんですけども、そこまで行くのに大変なので、まずは20の間で効率よくステータスを上げていくというところからになるんですね。その上で効率的にしていく部分で、まず第一は高いステータスの恐竜を見つける厳選をするというところですね。次に何匹か強そうな恐竜を集めた場合、集めたのがこういう感じ。別のところで作ったんですけども、ステータスがこんな感じだったんですね。Google スプレッドシートにまとめてみました。こういう感じでまとめると割とわかりやすいです。今回は研修に10匹だけだったんで、そんなにあれですけども、あとは手持ちでポットで見るっていうのも一つですけどね、並べて。実際これをキュッとステータスまとめたのが、ここにいる子たちになってます。この状態ですね。つなげてるんですけど、変異は入ってない状態。できれば変異は入らない状態がベストです。ステータスも完全に統一したもので、食料値とか酸素値とかも含めて統一されたものが好ましいです。これでオスと、あと大量のメスを作るというところですね。で、なぜかっていうと、オスに関してはいくらでも交配ができるので、1匹でいいんですね。で、メスに関しては、交配のクールタイムがあるので、前回のブリーディングの方でお話ししてましたが、なのでなかなか次を産むっていうのが難しいので、本来であればですね、説明用に時間キュッてしてるんであれなんですけど、なので極力メスを増やしていくっていうところもあります。同じステータスのですね。で、同じステータスなんで、もちろん確率で引き継ぐ中でもどっちも同じなので引き継げるよと、同じ恐竜が生まれるっていうことになります。この段階でできれば酸素値とかなどに関して不要なポイントですねのところはできれば低い方がいいです。後で抜くこともできるんですけど大変なんで、できなくてもどっちかというと高い数値引きやすいので、集める上ではやっぱ高い数値になっちゃうと思うんですけど、ここのステータスまとめるっていうのが第一段階ですね。第2段階として大量に卵を産ませるというところですね。あとはもうガチャなので定員を引くかどうかですね。それに際して重要なのがこのステータスが完全に揃っている、レベルが一緒っていうことなんですよね。これであれば産んだ時に変異が入れば2ポイント上がるので、レベルが上がっていれば変異がどっか入っているっていうのがわかるんですね。あとはそれをチェックして、10個とかならいけるんですけど、100個単位とかでぶっちゃけやっていく話になるんで、同じステータスでないとですね、見分けるのが大変なんですね。一匹一匹見ていかないといけないので、変異入っているかどうかを。そこも含めてですね、やっていかないといけない。だからステータスは揃えないといけないっていうところですね。実際、変異をこの段階、ステータスを集めている段階で変異が入ってしまうと、さっきのようにどんどん変異数が上がってしまうので、ゼロ同士でないと結構めんどくさいです。オーバーフローを狙いに行かないと、ただひたすら変異数だけ上がっちゃうっていうことになるんで、実際これがそうだったんですね。ステータスとして攻撃力が変異入ったんですけど、重量引き継いでなかったんですね。あとはあるんですけど、数値が揃わないっていう部分があったので、どうしたかっていうと、数値揃った後に、軽く産まして、この数値持ってるのを作ったのがこの子ですね。そのまま運よく命令にもう一回変異が入ったんですけど、結果2になったんですけどね。これであれば、変異入ってるのと0を掛け合わせれば、無駄な変異数を増やさずに変異させることができます。こういう1ステータスとかだったら、こういうことができるんですね。これが2つになってくると結構大変。高い方を2つ引き継ぐというガチャをしないといけないので、できれば最初の頃はこの0で統一したメスを使ってオスが変異を持っている状態であれば0のメスに大量に増やせば、ちょっとここは無駄にちょっとやっちゃったんであれなんですけどね、まさか変異すると思わなかったんで、本来はこういう感じで30なんですね。
で、こっちも、403で、変異入ったのがメスなんですよね。なんで、本来は0のオスと掛け合わせれば、一番数が増えずにですね、合わせることが可能です。これを3回命令に変異が入ったオスを、この0のやつと掛け合わせて、オスを生まして、S で量産する、こっちの S で量産をして、さらに変異を狙っていくっていうのが一番効率がいいです。変異数増やさないという意味なんでですね。効率的に言うと、またこれを同じやつ集めてっていうのが効率はいいんですが、それすると変異数だけがやたら上がってしまうので、すぐ上限いってしまうんですね。なので、まず最初の段階としては、変異したものと0のステータス揃えたものを掛け合わせて変異を狙っていくっていうのが、20超えるまではその手法がいいです。それと別でオーバーフロー用に逆を言えば数と数を掛け合わせていけばどんどん変異数増やしていけるので、この実際に変異を積み重ねていくのと、一緒にですね、変異数を積み重ねる恐竜を、作っていくと。変異数をただひたすら積み重ねていく。雪だるま式に増えていくことにはなるので、それでも億単位の話になってくるんで、数ヶ月かかることにはなるんですけども、レックスもそんなすぐ育つわけではないので、並行してオーバーフローの分を用意するっていうのも一つです。早いのは誰かにもらうっていう話なんですけど、ステータス強いのもらえればラッキーですし、せめてオーバーフローしているものを1匹もらう機会があれば結構楽になるっていうものですね。それを最初にした人が一番大変っていう話なんですけど、そんな感じですね。で、ステータスを合わせる変異を入れて、希望のところに変異を入るのって結構難しかったりするので、変異は入ったけども希望のところではなかったみたいなものですね。ただ楽しみとして変異が入ると色が変わるので、それでいいところにいい色が入ればそれはそれで使える部分もあると思うので、引き継ぐステータスに関しては刷り込みボーナス関係ないので、普段も使うよっていうのであれば刷り込みした方がいいですし、本当に積み重ねていくだけであれば刷り込みなしで、特にこういうオーバーフロー用の恐竜とかであれば刷り込みは不要で、単純に幼年期乗り込んでて餌箱を切らさなければ放置できるので、今メイウィングで幼年期も放置できるようになってるんで、だいぶ楽になりましたね。ポットもあるし。まとめると、まずは厳選ですね。テイム編でお送りした通り、ステータス高いものを極力集めるっていうところですね。ステータス編でお伝えした通り、まず変異の上限っていう部分があるので、極力ステータスは高い方がいいというところと、レベルの上限があるので、最終的には必要なステータスだけがあって、不要なステータスは低くするっていうところが必要になってくるので、厳選として、ただレベルだけではなくてですね、少し低いものでも特化する、特にハイレベルなものよりは割と130とか140とかぐらいの方が特化したステータスが出やすいような気がしている今日この頃っていうところもあるので、その辺も含めてですね、厳選していただければと思います。次にある程度恐竜の数が溜まればですね、そこをステータスを合わせていくとともに、厳選も含めてですね、またより更新できるようなものがあればそれに合わせていくことになるので詰めていくと。で、最終的にはステータス揃ったオスが1匹と、メスが複数ですね。一応だいたいですね、120匹ぐらいメスがいれば 50% ぐらいの確率で変異する感じになるんで、そのまま徐々にですね増えていけばいいかなというところですね。メスに関しては同じステータスで合わせてるんで、変異入らなくてもメスが生まれればそのまままた1匹増えることになるんで、というところで増やしていって徐々にいっぱいになっていくというところですね。そこから変異が入れば手段として2つ、まずは0と変異を合わせて極力無駄に変異数を増やさずに変異を狙っていくパターン。もう一つは変異が入ったので、変異が入ってるやつのオスメスを揃えて掛け合わせていくっていうパターン
変異したことに対しての無駄はなくなるんですが、変異数は増えていって、20超えることが出てくるというところですね。ちなみに20超えたら抽選から省かれるわけではなくて、抽選されて当たって20超えてるか超えてないかの判断っていうところがあるんで、結果確率が半分になるっていうところですねがあるので、ややこしいですね。あとステータス255はですね、あんまないと思うので、僕も見たことないんでどうなんでしょうね。一応ステータス255が上限のようです。なのでどっちでいくか、オーバーフローできるんであればですね、全然ステータス揃えて変異を無駄にしない形で作っていくのがいいかと思います。で、それとは別にオーバーフロー用の変異も重ねていくというところですね。ただ、特にもらった恐竜とかもそうなんですけど、変異に関して、プラスマイナスに関してですね、数をうまいこと考えないと、オーバーフローと負のオーバーフローがあるので、あとは、プラスマイナス足し合わすと、プラスになる配合とかしてしまうと、またオーバーフローを狙いに行かないといけなかったりするので、ご注意いただければと思います。オーバーフローレベルの数のものを配合するときはご注意いただければと思います。では本日は以上となります。普段こういった感じでトラップであったり建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。最強への道自体は今回最終回となるんですけども、チュートリアルの動画は別に上げていきますんで、お楽しみにお待ちいただければと思います。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。